皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。ビニールハウス内ですっかり徒長してしまったピーチプリで、お日様がしっかり当たる場所に移動させて、ここでしばらく様子見です。このティンカーベルは鉢が小さく見えるほど大きく成長しています。そして今回、この木のプランターの蒸れてしまったのか、穂先だけになってしまったスノープリンセスをすべて抜いていこうと思います。そして放置していたあの多肉をここに植えることにしました。そうです。お母さんにいただいたあの秋麗です。この日はお天気もよく、日が当たっている場所はちょっと暑かったので、日陰になっていた玄関前に移動して作業を始めました。まずはこの穂先だけになってしまっているスノープリンセスだけをすべて抜いていきます。思ってた以上に根張りが良く、抜くのにちょっと手間取っています。やっと穂先だけになってしまっていたスノープリンセスをすべて抜くことができました。ここで土を少しほぐしておきます。こんなところに小さな七福神が隠れていました。その他にも小さな多肉ちゃんがポロポロとあちらこちらから出てきました。この抜いた多肉たちは畑の雑草よけに植え付けてこようかな。そしてこの秋麗、実はいただいてから1ヶ月以上植え替えできないでいました。というのも、連休前にいただいて、連休に体調を崩してそのまま放置状態、しかも袋の中に入れたままにしていたので、かなり徒長していました。せめて袋の口を開けておけばよかったと今さら後悔です。可愛く咲いていた花ももうすっかり枯れていました。この花は先にすべてカットしておくことにしました。花をすべてカットし終えた秋麗を改めて見てみると、実はこれ一つの群生になっている秋麗だったんです。カットして植え付けようと思っていたんですが、せっかくなのでこの株はこのまま植え付けることにしました。玄関前に戻ってくると、すでに日が照り始めていました。スノープリンセスを抜いて、空いている場所に群生になっている秋麗をそのまま植え付けようと思ったんですが、どの向きにしたらいいのかちょっと悩みました。秋麗の向きが決まったところで、植え付けする場所の土を少し掘り下げていきます。これぐらいでいいかな。試しに置いてみるとちょうどいい感じですね。この秋麗をいただいた時には根元には土がついていたため、その土はほぐさずにそのままの状態で植え付けることにしました。ここに上から新しい土を入れていきます。
秋麗はもともと葉が取れやすい多肉ですが、徒長してしまっている秋麗はさらに葉が取れやすくなってしまっています。なので葉が取れないように注意しながら土を入れていきます。もともと植わっていた秋麗の株元には七福神の根っこがまだ残っていました。しかもまだ小さな七福神が2株も隠れていました。消えてなくなってしまう前に、なんとか無事に救出できてよかったです。七福神を抜いた場所にもしっかり土を足しておきました。そしてこの空いているスペースに秋麗を植え付けていきます。いただいてきた秋麗はもう一株残っていたので、この秋麗をカットすることにしました。カットした秋麗は下葉を取って空いているスペースに刺していきます。そしてこの秋麗の取った下葉は捨てずに取っておき、葉刺しに使いたいと思います。よく増えてくれるこの秋麗は私が大好きな多肉です。育てている環境や土などにもよりますが、寒くなるとサーモンピンクや淡いピンク色に紅葉してとても可愛くなるんです。暑さや寒さには意外と強い秋麗ですが、梅雨の長雨には要注意です。徒長したり樹れやすくなってしまうため、雨ざらしにするよりは軒下での管理がおすすめです。プランターの裏側に伸びていた秋麗もカットして空いているスペースに刺しておきます。これはもしかしたら花芽かもしれませんね。それでもこの隙間を埋めるのにはちょうどいい感じでした。土の上に枯れ葉が落ちていたので拾っていると、勝手に葉ざしっこちゃんが育っていました。これはそのまま土の上に置いておきました。これで秋麗の植え付けは完了しました。そして七福神はとりあえず素焼き鉢がなかったので、そよ風の天使と一緒に植え付けておきました。はい、ということで今日の動画は1ヶ月以上ほったらかしにしていた秋麗を木のプランターにやっと植え付けることができました。いかがでしたでしょうか。動画には撮っていませんでしたが、この
アロマティカスもカットして増やす作業をしていました。気温も高くなってきたので、すぐに根付いてくれると思います。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。